まったく、古城のやつ、急に呼び出して何の用件だろうか。くだらない用事だったら、すぐに帰ろう。入るぞ。やけに静かだな。おい古城、誰かいないのか。古城か、奥の部屋か。入るぞ。古城どうした？何があった？古城、返事をしろ。古城。富岡さん、冗談です。倒れたふりですよ。ふり。古城、お前、まさかそのつまらない冗談のためだけに俺を呼んだんじゃないだろうな。これをやるために富岡さんを呼んだのですよ。ちゃんと引っかかってくれてありがとうございます。俺の時間を何だと思っているんだ。俺は修行を切り上げてわざわざここまで。まあ、私のためにわざわざ来てくれたんですね。もう富岡さんたらはあ、もういい。俺は修行に戻る。つまらん用事で俺を呼びつけるのは金輪際やめてくれ。はーい、また楽しいこと考えておきますね。邪魔したな。古城にも困ったものだ。だが口で言っても聞かないしな。どうしたものか。そうだ、目には目を、歯には歯を。見ていろ古城。ということだ。なるほど。今回だけではない。庭に落とし穴が掘られていたこともあれば、蝶屋敷にいるときに叫び声が聞こえ駆けつけると古城が着替えていて、俺をスケベ扱いしてきたこともある。確かにいたずらにしては少々やりすぎですね。きっと忍さんは義勇さんに構ってほしいんだろうな。全く通じてないみたいだけど。そこで俺は考えた。古城にも同じようにいたずらを仕掛ける。目には目を、歯には歯をだ。それだけされてるなら少しばかりいたずらしてもいいかもしれませんね。きっと忍さんは構ってもらえたって喜ぶんだろうな。ちなみにどんないたずらをするつもりなんですか？あの余裕そうな顔を周知の表情にしようと思っている。そこで古城を誘惑し、恥ずかしがったところをからかう予定だ。義勇さん、本気で作戦練ったんだろうけど、真顔で言われるとなんか忍さん相手にうまくいくのかな。頑張ってください。俺応援してます。何を言っている？炭治郎、お前もやるんだ。俺もってどういう？古城を脅かすから手伝うんだ。いやでも俺は忍さんにいたずらされてないので、そんなことするのは失礼かななんて。これは余裕な顔を保つ訓練だ。相手にこちらの心を読まれないためでもある。いいから手伝うんだ。はい。では作戦を伝える。頭に叩き込め。急にいらっしゃってどうしたんですか、富岡さん。いつも急に呼びつけてくるんだ。たまには俺から来てもいいだろそうですか。ではせっかく来ていただいたのでお茶でも入れておきますね。座って待っていてください。いや、いい。ここにいてくれ。古城、お前に会いに来たんだ。どこにも行かないでくれ。富岡さん。どうだ古城、いたずらされる気分は？顔を見てやろう。これは一体何のいたずらでしょうか。バレているのか。まだ始めたばかり。もう少し仕掛けてみるか。いたずらではない。俺は本当にお前に会いたくてたまらなかった。
こうしたいといつも思っていた。あらあら、ずいぶん大胆ですね。今は二人きりだ。答えてくれ、胡蝶。俺はお前が、今だぞ炭治郎。ちょっと待った。炭治郎くん、どうしてここに？作戦通り、余裕だった表情が崩れたな。このまま畳みかけていくぞ。はい、ギュウさん、すみません、忍さん。兄弟子なんで逆らえないんです。ギュウさん、忍さんから離れてください。忍さん、俺ずっと言いたいことあって。どういうつもりだ炭治郎。胡蝶は俺と話をしているんだ。いいえ、待ちません。忍さん、俺を見てください。ちょっと炭治郎くん、近いですよ。ダメだ胡蝶、俺を見ろ。俺はお前しか見ていないんだ。富岡さん、なんでこんなことに。いつもは私がからかっているはずなのに。胡蝶が照れている。これはもう一押しだ。胡蝶。忍さん、顔真っ赤になってきた。俺も恥ずかしいけど、あと少し頑張らないと。忍さん、二人ともいい加減に。いたずらはその辺にしてください。いたずらなのではない。俺は本当にお前のことをだな。そうです。俺だって忍さんのことを本気で。決めてくれ胡蝶。俺と炭治郎、どっちを選ぶんだ。どっちをってそんな。私。俺を選んでください。後悔はさせませんから。でもですね。さあ、どっちを選ぶんですか？だいぶ焦っているようだな。このくらいにして種明かしをしてやるか。胡蝶、これで最後だ。聞いてくれ。実は。何してるの炭治郎。どうして師範の手を握って。かなお、これは。水柱様はともかく、どういうことなの炭治郎。話すと長くなるんだ。ちょっとかなお、どこに行くんだ。待ってくれ。炭治郎、すまない。後で俺からも説明をしてやろう。今は先に胡蝶だ。胡蝶、実はだな。決めました。はいえ、ずっと決めていたんです。私、富岡さんのことが。ちょっと待て。先に俺の話を聞いてくれ、胡蝶。あんなに積極的に誘惑してきたのに、今さら待てと言われても待てません。それに胡蝶じゃなくて下の名前で忍って呼んでください。待て。話を聞いてくれ。頼む。戻ってきてくれ炭治郎。ネタばらしをしてくれ。待ってくれかなお。何？今のは誤解で、義勇さんに頼まれて断れなくて。水柱様に師範の手を握るように頼まれたっていうの？とにかく俺が好きなのはカナオだよ。ならどうしてあんな師範に近づいて手を握って。カナオ、お願いだ。信じてくれ。そうやって師範の手も握ったのね。最低。俺たちの誤解が解けたのはそれからしばらくしてからだった。それまでの生活は思い出したくもない。さあ、義勇さん、こっちに来てください。待て。落ち着いてくれ胡蝶。カナオ、一緒に義勇さんのところへ行ってくれ。そしたら誤解が解けるから。炭治郎の女たらし。